こんにちは。第3世代ではデイ7以降もあるみたいですね。というわけで、実況は私ゆっくりレ夢ム。解説はゆっくりマリサでお届けしますだぜ。この第3世代幅級 CPU 開発は、年明け以降初ですね。そうですね、2023年の夏が終わるあたりに完成した CPU ですが、すごい引きずっていますね。確かに、完成の報告をしていた日はそれくらいだった気がしますね。まあ、夏以降は幅級 CPU の次世代型や、例の統合版 CPU を作っていたみたいですね。映像の方では何が行われているところですか？制御回路の続きのようですね。この CPU はクロック回路によって制御されているので、そのクロックの信号を各回路に伝達する配線をしているようです。そうでしたね。久しぶりすぎて忘れちゃってました。まあ、この映像の撮影日的には、水木氏は久しぶりではないと思うので、あまりブランクを感じさせない、回路作りができると信じてます。そんなことを言っていたら、残りの限られたスペースに、どんどん回路が詰め込まれてきましたね。でも反対側は空っぽだった。そうですね、レジスタの命令関係の配線をしているようなので、上の方のスペースは減ってきましたね。ただ、デイ7の最後の方でやっていた PC は結局撤去されたりしたので、どうやら後回しにしたようですね。そういえばそうでしたね。その PC も最終的にどうなるのか、注目ですね。少し離れたところに何か作り始めましたね。これは、チェーンを測るために仮で設置したものらしいです。あれ？止まった？これは、カーペットモッドのおかげだと思います。このモッドは時間をゆっくりにしたり早くしたりできるので、水木氏も愛用してますね。看板に17って書いてありましたね。さっきのコンパレータが使われていた回路は、17チェーン分のチェーンをかけられる、っていう意味だと思います。そうだったんですね。ところで、それは何に使うんですか？今回の CPU は、水木氏が扱ってきた CPU の中でも、最も小型な CPU です。なので、チェーンをかけたいときはリピーターをたくさん使うのではなく、あのような回路を使ってチェーンをかけることにしたんだと思います。なるほど、確かにホッパーなども使わずに17チェーンをかけられると考えれば先ほどの回路はすごく小型でしたもんね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね？これは、ついに来ましたね。まあ、この幅級 CPU のチャームポイントでしたもんね。ついに来ました、赤の斜め線。第3世代では、どんなデザインにするんでしょうかね。やっぱり、3本になるんですかね。ですが、小型化したことで側面の面積も減少しているので、その辺がどうなるのかも気になりますね。確かに、この面積内に収まるんでしょうかね。ですが、右上から左下になっているところは同じみたいですね。そうですね、もはや伝統なのかもですね。ですが、こうして見ると、第1世代から第3世代まで、どれもパッと見同じに見えますね。まあそうですね、画角の問題も多少ありそうですが、インパクトはそんなに大きくないかもですね。あれ？もしかしたら、本当に3本になっちゃうんじゃないですか？どうやらそのつもりみたいですね。はみ出してしまう分をどうするのかが気になりますね。確かに、3本目がはみ出ちゃいそうですね。でも、目印がないとパッと見で世代がわからないから、こういう風に一目で世代がわかるような装飾は、いいのかもしれませんね。確かにそうですね。さて、注目の3本目ですね。どう見ても絶対はみ出る。そういえば、もしかして線が若干太いですか？どうやらそうみたいですね。一番細いところは3ブロックですが、この3本目は5ブロックみたいですね。なんか、限界までサイズを小型化してるからか、豆腐建築みたいになってますね。色もまさにそれですね。どうやらはみ出る分は隣の面に引くみたいですね。これはこれで、別の方向からも第3世代だとわかるようになりましたね。そうですね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね。すごい複雑だな。今は、チェーンをかける回路を組み込んでいるみたいですね。さっきの、コンパレータを使っていたやつですか？そうです。それを、ここにちょうどフィットする感じに組み込んでいるみたいです。どうやら、その信号はレジスタのタイミングをセットする回路に繋がれたみたいですね。タイミングを合わせてるやつですね。はい、その通りです。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね。動いてる。どうやら、プラス1をずっと繰り返しているように見えますね。
8倍速で再生してるからだと思いますが、すごく早いですね。まあ、そうですね。実際にはこれよりずっと遅いと思いますけどね。今は何を作っているところですか？これは、レジスタの命令を伝達する配線のようです。ですが、この線はレジスタの保存先を伝達するものなので、この CPU は構造的な問題で遅延を大量にかける必要があり、そのために大量のコンパレータを設置して遅延を稼いでいるんだと思います。なるほど、大量のコンパレータには、そのような意味があったのですね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね？灰色の信号強度計の回路、少し離れたところに作っている。これは、もしかしたら、あれじゃないですか？そうですね、ランプが設置されたところからも、もうあれでほぼ決まりでしょう。この挙動、PC。デイ7では、CPU の中に直接作っていましたが、結局失敗して終わってたんですよね。ようやく PC の方にも本格的に着手したようです。なんで全世代でも離れたところに作ってから組み込んでいたのに、デイ7では直接作っていたんでしょうか？離れたところに作る方式だと、実際に配置する場所の周りの様子がわかりませんが、直接作る方式だと周りの各回路の配置がわかるので、より最適な PC が作れると踏んだらしいですよ。そうだったんですね。ですが結局慣れていたこっちの離れたところに作る方式の方が良かったってことですかね？そうですね、慣れの問題が一番大きいと思いますね。では、今回はここまでです。デイ8が最終日じゃないなんて、一体何日かけて第3世代を作っていたんでしょうか。では、ご視聴ありがとうございました。